ご安全に性感溶接職人カジチャンネルのカジです。今回は前回前々回とミクロな現象を理解しようと題しまして動画をリリースしていますが、その2つの動画を踏まえまして私なりの効果的にガスなどで炙って歪みを直すヒントを解説しようと思います。歪みをガスで炙って直したいけど全然直んないよっていう人は参考になるかもしれませんので、最後まで視聴してみてくださいね。そしてこの動画を見つけてくれてありがとうございます。あなたのコメント、チャンネル登録、高評価など皆さんからの反応が私のモチベーションです。質問感想何でもいいのでコメントいただければ幸せます。それでは早速いってみよう。ミクロな現象を理解しよう1で、温度が上がると膨張して温度が下がると収縮すること。ミクロな現象を理解しよう2では、溶接などの局部的な温度の上昇は局部的な拘束状態が原因で金属に縮むという現象を引き起こすことなどを解説しました。それらを踏まえまして今回は効率的に熱で歪みを直す考え方を解説しようと思います。まだ視聴してないよって人は概要欄にリンクを貼っておきますので、この2つの動画を視聴してからこの動画を視聴してみてくださいね。なお、今回紹介する方法も選択肢の一つです。参考にしていただいて柔軟に対応することがとても重要だということを付け加えておきます。この動画は厚さ 9mm 幅 60mm のステンレスのフラットバーを立てて中間をガスで焼いてどのように歪むのかを試した動画です。上の方に目安となる差し金を取り付けてどのような動きになるのかを観察しています。熱を加える前は差し金の 150mm の位置に端がいますね。図のような感じに熱を加えてみます。皆さんもどんな感じになるのか予想してみてくださいね。熱を加えたところが膨張して上部が左に曲がっています。熱源のガスを離した時点から温度が下がり、収縮が始まって右に動いています。ノーカットで早送りしてみましょう。金属が収縮する動きは熱を加えた部分が常温付近になるまで続きます。どうでしょう。これ以上縮むことはなく元の 150mm の位置に戻りました。全く縮んでいませんね。今度は先ほど熱を加えた場所のすぐ上を表と裏から図のように三角形に赤くなるまで焼いてみます。1回目の時より多めに熱を加える感じです。今度こそ縮むのでしょうか。先ほどと同じように熱を加えている間は膨張して上部は左に動いています。熱源のガスを離した時点から温度が下がり収縮が始まって右に動きます。さあどうでしょう。ノーカットで早送りして見てみます。なぜか今回も縮みませんでした。どういうことでしょう。この動画は2年以上前に撮影をしたものですが、当初は少しは縮むでしょと思って撮影したのですが、全く縮まらないという結果でなんでってなってましたが、今なら説明がつきます。この場合ミクロな現象を理解しよう1で解説したように、ただ膨張した後収縮して元に戻ったと考えられます。ミクロな現象を理解しよう2で解説したような熱のかかった部分に拘束され圧縮される要素がほぼありません。
自由に膨張し曲がっています。膨張する現象を阻むような力がほとんどなかったため、縮みは発生しなかったと思われます。今度はどうでも歪ませたいという衝動で、図のような範囲を広くガスで熱を加えてみました。加熱しているところの絵は撮れていなかったため、冷める過程からの動画になります。途中からは濡れたウエスで冷やしています。今度は縮んでいます。広範囲で炙ったということもありますが、熱が加わった部分に対して熱の加わっていない部分が広く強度があったために、膨張して曲がる力を抑えられ、縮みが発生して歪んだと考えられます。やっと曲がったってところですが、この炙り方だとフラットバーはこのように曲がります。先ほどの三角形な感じの炙り方で、もし縮みが発生して曲がったとするとこのようになり、歪み方は違います。今回は歪む場合と歪まない場合を比較するための動画なので、広範囲を炙って歪ませていますが、私はこのような炙り方は普段しませんので、皆さんにもおすすめはしません。ちょっと大胆すぎますね。炙って歪みを直す場合は、状況に合わせて加熱することが重要です。これらの実験結果から、膨張する方向に変形することを防ぐことによって、熱のかかった部分に膨張と同時に圧縮する力が働き、冷めた時に元の寸法よりも縮みが発生するということが推測できます。なので、熱を加えて歪みを直そうと考える場合は、膨張する方に曲がらないような工夫ができると、効率よく熱による歪み取りができると考えることができます。方法としては、万力やレバーブロックやジャッキなどを使って加熱する方向に押したり引っ張ったりして、なるべく膨張して動く方向に動かさないようにするといったことだと思います。膨張して動く方向に拘束するという考え方は、ナンバー26の動画、歪みを理解しよう第6回目、アングル&チャンネルの歪みの取り方の中で、膨張する過程を拘束する場合と自由に膨張させる場合を比べている動画があります。参考になると思いますので、こちらもぜひ概要欄から視聴してみてくださいね。今回はその中から抜粋して、膨張する方向にのみ拘束してガスで炙った動画を紹介します。先ほどのフラットバーより長さは短いですが、同じように三角っぽく炙っていますので比較できると思います。フラットバーを上板に立てて仮付けをし、炙る手前を万力で拘束しています。これだと膨張する方向には動きませんよね。膨張する方向に曲がるのを抑えることが効率的に炙って縮めて曲げる効果を高めます。この現象を目の当たりにすると、ミクロな現象を理解しよう2の原理を理解しやすいのではないでしょうか。はい、どうでしたか？歪みって深いなって思いませんか？まだまだそこは見えませんが、実際に苦労して初めて手に入る技術です。知識は知識として知っておいて損はしませんが、圧倒的に経験の方が大事だと思いますので、長い目で見て頑張っていきたいですね。そしてここでお礼を言わせてください。このエンディングまで視聴してくれているそこのあなた、そうです、あなたが本当の視聴者だと思っています。これからもどうぞよろしくお願いします。はい、質問感想等ありましたらコメントください。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、ご安全に。